多分ラジオの素材になるので、この間ソフトカバーのコミック番長を購入したのですが、こちらに惚れてしまいまして、他のサイズもたくさんインターネットで購入したので、今日はこれをつける動画を撮りたいと思います。つける動画は多分ラジオの素材になるので、よければもものラジオを見てくれたら、ひたすらつけている動画が流れていると思います。コミック番長の文庫版だけは100枚入りにしました。いっぱい余ってるので。あとは20枚入りぐらいですね。ノートカバー、新書、英語版を購入してきました。つけていきたいと思います。ここから14分ほどブックカバーをかける映像がひたすら流れて、それと同時に私の本当につまらない雑談ラジオとなりますので、ご興味のない方はどんどん飛ばしてください。人のせいにするならば、自閉症のせいにするならば、そのせいのこだわりと言ってしまえばいいのかもしれませんが、それでも自力で一人で何とか解決しなきゃいけない課題があって、それが何かをするまでは次のことをしないという私のものすごく困ったこだわり癖で、今だと次復職について進んでいきたいなと思っているんですけど、その前にジグソーパズルの2000ピースとソランジのピアノを完成させてから復職に進むというのが私の中のマイルールになってしまって、で1月にそれをしようと思って、今ずるずると4月も絶対できなさそうな雰囲気で、とりあえずその目標に向かって編集を終わらせてしまおうということで編集しているんですけど、それが本当にダメで、そのジグソーパズルとかをする前にその前に編集しなきゃとか、これ図書館から来たから本読まなきゃとか、この本を読むこともタスクに入れようとしてタスクを終わらせるという名目上ずるずると先延ばししてしまっている癖があります。こういうところも一つのタスクを終わらせないと次のタスクに行けないというマルチタスク苦手なところが顕著に出てしまっていて、これだと仕事できないなとずっと落ち込んでいる日々です。でもとりあえず何とかしなきゃということでカウンセリングで相談したり、ちょっと病院の精神保健福祉士さんと区役所の保健師さんからは使える支援がないと言われてしまったので、次に今日アフレコしている時点で今日なんですけれども、発達障害支援センターに電話してみようと思ったりとか、あとは発達障害に強い就労支援とか生活支援をしてくれる施設を探そうと思っています。休職したての頃は焦りすぎて、それと自分が仕事ができないということを受け入れがたくて、特に私がしてた仕事は仕事の中でも簡単だと言われる類なので、それすらできないのかと自分に落胆してリワークに3ヶ月通うことすらちょっと嫌だなって思ってたんですけど、実際に通ってみて復職してみようとしたら全くもって失敗して、リワークに通いはしたけど通所の訓練にしかならなくて、私が苦手なマルチタスクコミュニケーション、ストレス耐性とかが全然治らないまま、無理やり期限だからとか上司にこの時期に復帰してほしいと言われた時期に
復帰しようとして復職を試みて挫折したので、今度はもっと慎重にいきたいなと思って復職するのか転職するのかも含めて、もっと自分の性格とかこのクソみたいな性格に向き合ってストレス耐性を高めたいなと思って慎重に支援先を探していたら、あらゆるところに断られて、今半年ほどまだ支援先を探してさまよっている状態です。自分のことに対して自分一人の支援先を見つけるだけでも1年半全く合うところが見つけられなくて、1年かけてやっとカウンセリング先を一つ見つけたぐらいで、なのでお子さんとかで支援先とか探されているお母さんたちとかお父さんたち、本当にすごいなと尊敬します。そして羨ましいですね。親に支援先を見つけてもらったりとか、ある程度ここに通いなさいみたいなビジョンが最初にできていれば、一番最初が疲れるというかしんどい状態で支援先を探すのが疲れるので、ここに通ったらいいよと道を示してくれる人がいるというのは本当に羨ましいので、いつか皆さんも感謝されると思います。私の病気の話はこれぐらいにしておいて、あまり興味ない方もいらっしゃると思うので、読書について次は語ろうかなと思います。私は読書好きと名乗れるかと言われたら、周りには別に一冊でも本が好きだったら読書好きって名乗ればいいって私は言うんですけど、ただ自分自身にそんなに甘やかしていいかというと、そこまで私は読書好きと名乗れるほど本は読んでいないかなと思います。最初に本に触れたのは絵本ですよね。近くに図書館があって当時で、そこに通ってたんですけど、一つのその利用者カードで15冊借りれるのを3人分ぐらい使って2週間で45冊ぐらい本を借りていた猛者だったらしいんですけれども、絵本だったりとか紙芝居だったりとかを読み聞かせてもらったり自分で読んでいたりもしたのかもしれないんですけど、で読んでて母がこの子は読書好きな子だとそう感じ取ったのが私が読書好きになったきっかけです。周りから君はこれが好きなんだよと言われて好きになったという感じではあると思います。そんな幼稚園時代なんですけれども、読んだ本はほとんど覚えていなくて、アンパンマンが好きだったので紙芝居コーナーに大量のアンパンマンの紙芝居があって、それを片っ端から何回も読んでいたのを覚えているんですけれども、グリとグラとかは確かに腹ペコ青虫とか読んだ気はするという程度の認識です。あと通っていた幼稚園で月に1冊絵本がもらえて、図書館が近かったこともあって絵本を買ってもらえる家庭ではなかったんですけど、その月に1冊の絵本をために貯めて毎月すごい楽しみにして何度も夜読み聞かせてもらったのを覚えています。あとは普通になぞなぞの本とか折り紙の本とかが好きでした。小学生時代もそこまでめちゃくちゃ本を読んでた子だったかって言われたら全然そんなことなくて、青い鳥文庫でパスワードは秘密シリーズを読んだぐらいで、ハリーポッターも挫折しましたし、小学5年生ぐらいになって謎解きはディダーの後でとか東野圭吾さんのシリーズとかを読み始めたくらいで、それも多分きちんとは全然理解できていなかったですし、児童文学をたくさん読んできたわけでもないです。むしろ児童文学はファンタジーが多くて怖かったので、大人の文庫に入って結構ほのぼの系を読んで
小説って怖くないんだっていうイメージになったくらい、急にドラゴンが出てきたりとかは、私は心臓がドキドキしてあまり得意ではありませんでした。中高生に入ると本当に勉強の毎日で、不登校の期間も図書館行って読むっていうのはあんまりできなくて、模試に出てくる現代文の文章を読んで楽しんでいたりとか、夏目漱石の心を読んだりとか、三月期読んだりとか、あとはほんとプライベートで読んだのは住野ゆるさんの君の膵臓を食べたい、ちょっとごめんなさい、タイトル違ったらテロップで修正しときます、を読んだくらいで、あとは不登校の期間に母が図書館で若女将シリーズを借りてきてくれて、私のために何かしてくれたってこと自体がすごく嬉しくて、あと結構読みやすいのと、ファンタジーではなくてほのぼの系に近いので、それは結構シリーズ十何冊読んでいた気がします。映画も大人になってから見ました。すごく良かったです。映画本当大人の皆さんも見ていただきたいぐらい、また小説本編とは違った素晴らしい映画でした。そんな私も幼稚園の頃に君は本が好きなんだよと母に何度も言われたおかげで、私は本が好きなんだと錯覚して、頭の片隅にはずっと本にとらわれていたですね。実際にそんなに読んでいたわけではないんですけど、で高3の進路の時に特進コースに通ってて、みんなが勉強してるからみんなと違うことをして目立ちたくて就職しようとするんですけど、公務員試験に失敗っていうか、一次試験だけを受かって二次試験を結局受けなかったんですけど、一番のきっかけは祖父にお前は仕事できないだろうとガツンと言ってもらって、大学行こうと思ったのがきっかけで、すごく感謝してます。で、大学を特進コースには通ってたけど、全然定期系テストとかの勉強はしてたけど、長期的な勉強もしてなくて、どこに行きたいとかのビジョンもはっきりしてなかったから、忍耐力なくて勉強できてなくて、で栄養入試に逃げたんですね。で逃げた先が芸術大学の文芸学部で、一日文化祭じゃないし学芸祭みたいな、大学の文化祭みたいなのがあるんですけど、それに行ってその日に栄養入試の出願して、2日間栄養入試の予定だったんですけど、1日台風で飛んで1日だけの栄養入試で合格が決まって入学することになりました。ハリーポッターの全巻が先ほどちらっと映っていたと思うんですけど、ハリーポッターは再び私が結構読書するきっかけになったもので、なんでハリーポッター読んだかというと、何度も読もうとトライしたことはあって、家に文庫本じゃない単行本の分厚い本があって、それを読んでたんですけど、いつも汽車に乗る手前までが、賢者の石って結構汽車に乗るまで長いんですよ、その映画と違って冒頭が。でそこで挫折して読んでなかったんですけど、ネットサーフィンしてたら携帯小説というものを、その個人サイトで夢小説を書くというのを見つけてしまいまして、もう当時で10年前とかでも閉鎖がどんどん進んでて、サービス終了で閉鎖が進んでたちょっと前ぐらいに滑り込みで私は読めて、でそれに大ハマりして、スネイプ先生とルーピン先生に大ハマりして、ハリーポッターの本編を読むと思い、紀ノ国屋で全巻まとめ買いしてちまちま
読んでは怖いってなって個人サイトの夢小説とかに逃げて、私も結構何作か書いてピクシブに上げていました。私が初めて夢小説に触れた時はピクシブと占いスクールで、占いスクールの方が初めだったんですけど、だからその個人サイトの時代を私は知らなくて、後から大学生になって10年前のインターネットのものを知って大ハマりしました。サイトに行くとそのカップルごととかでめちゃくちゃ細かくランキングがついてて、今にはない制度で楽しかったですね。もう漁りまくってインターネットのページを何十ページめくっていました。ということで、台本もないグダグダのおしゃべりラジオで申し訳なかったんですけれども、単行本までカバーを付け終わることができたので、一旦おしゃべりはここまでにして、また動画の続きを楽しんでいただければなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。